FreeCAD のマクロの記録と実行について説明します。今までは Python コンソールで命令を実行していましたが、まとめて命令を記録、実行するマクロと言われる機能について紹介します。この機能は操作やキーボード入力などを記録するものです。こちらの赤丸がマクロを記録開始するボタンです。このボタンを押すと、マクロ名を入力する画面が表示されます。ここではマクロ01と入力し、記録ボタンを押します。すると赤丸が緑の四角に変化し、記録が始まったことを意味します。この緑のボタンを押すとマクロ記録が停止します。それでは、パートワークベンチに変更し、からファイルを作成します。次に、立方体ボタンをクリックします。次は円柱もクリックしておきましょう。このように、2つの図形が作成されたら、円柱を選択し表示位置を修正します。プレイスメントを展開し位置を入力します。X 座標を -10mm、Y 座標も -10mm とします。次に、立方体の大きさを修正してみましょう。レンクス、ウィドス、ハイトそれぞれ 5mm とします。これで、記録を停止します。作成された図形は、のような形となります。それでは、この画面を閉じて、マクロを実行してみましょう。マクロ記録ボタンの横のマクロボタンを押します。すると、このようにマクロが記録されていることがわかります。それでは、実行してみましょう。すると、レポートビューに、エラーが表示されています。ダブルクォーテーションの中が、字化けしていることがわかります。それではマクロを編集し、修正しましょう。マクロボタンをクリックし、マクロを選択した後、編集ボタンを押します。すると、編集画面がこのように表示されます。この中より、文字化けした部分を修正していきましょう。こちらは立方体と入力し直します。こちらは円柱に書き換えます。それでは実行してみましょう。位置とビューを変更してみます。今度は、正常にマクロが実行されていることがわかります。このように、FreeCAD のマクロ機能は操作した内容を記録し、Python プログラムに変換し、実行することができます。